こんばんは、JPUG です。2023年12月下旬に強小ミニッツ MR04 エボ2が発売されました。14年ぶりのフルモデルチェンジでシャーシ全体の 98% が新デザインされています。2022年10月に1世代前の MR03 エボ SP を購入していましたが、あまりやる気が起きず数回走行した程度で2023年7月頃まで放置していました。なぜか気が向いて2023年7月にミニッツを再開。 MR03 を走行させて楽しんでいたところ MR04 エボ2発売のニュースが、新型が出るとなればこれはもう買うしかありませんね。動画では購入した MR04 エボ2を開封しているところです。ちなみに MR04 エボ2は青モーターを購入しました。モーターの色は赤、青、緑の3種類あります。モーターの違いを簡単に述べると、緑色スタンダード、青色ハイスピード、赤色スーパーハイスピードといった感じです。封印を解いていよいよ開封です。 MR03 と比べて何やら入っているものが少ない気がします。白色のプチプチに包まれているものはシャーシですね。その他には小袋に分けられた付属品が4つ入っていました。ワイド幅をナロー幅へ変更するためのパーツやギア比を変更するためのピニオンギア、標準仕様ではグレーのアッパーカバー、レシーバーカバー、アッパーアームホルダーですが、強小創立60周年記念としてブラックパーツが同梱されています。ボールデフのメンテナンスツールセット、同梱品が少なくてとてもシンプルです。ちょっと寂しい感じもします。では白色のプチプチからシャーシを取り出してみます。さらに緩衝材で包まれていて丁寧に梱包されています。緩衝材からシャーシを取り出します。やっとご対面です。シャーシはブラックではなく濃いグレーでした。シャーシ裏面にはモーター底面部にやけど注意のシールとヨーロッパ向け購入者のためにメーカー名、モデルネームなどが記載されたシールが貼ってありました。フロントナックルの形状が MA030 タイプに変更されています。フロントスプリングは MR04 用に新設計されています。受信機の搭載箇所です。使用するプロポに合わせた受信機が別途必要です。モーターはセンサー付きブラシレスに変更されました。モーターマウントも新設計されています。ボールデフを保護するためのカバーが標準で装備されています。電池の搭載位置が MR03 より低く設定されており、さらに低重心化が図られています。コーナリング時の安定性が向上し、スピード&操縦性がアップしました。ラップタイム計測のための IC タグ取り付け箇所は底面との段差が 0.5 ミリ設けられ、 IC タグ装着時の最低地上高が確保されています。センサーケーブルが増えたのでケーブルの数が多くなっています。ボールデフを標準装備しています。旋回時における左右リアタイヤの回転差を吸収し、過度な負荷がかかった際には適度にスリップしてトラクション性能を高めます。アルミパーツはシルバーのクリアアルマイトで精悍なイメージに仕上げられています。リアモーターマウントの車軸スペーサーを付け替えることで3段階の車高調整が可能になっています。フロントナックルはキングピン一体型にリニューアルされています。フロントサスペンションはキャスター、トレールなどのジオメトリーが見直しされ、リニアな操作性を発揮します。電池搭載位置の低重心化によりシャーシ形状も一新されました。駆動ロスを抑えるボールベアリングは7個すべて回転抵抗の低い内径 3mm タイプになっています。MR03 から
ホイールに対するキングピンオフセット量スクラブ半径が変更されています。 MR03 に比べて片側で 1.5mm 短くなっており、応答性が高められています。コーナリング時のホイールベース変化も抑えられます。フロントスプリングは硬さの違うスプリングがオプションで用意されています。ステアリングの切れ方やスクラブ半径を確認してみます。情報によると MR03 よりも切れ角が増えたそうです。リアティーバーとフリクションダンパーの動きを確認してみます。しなやかで柔らかくスムーズに動作していると思います。ティーバーはやわすぎる気がしますので、近々にオプション品のカーボン製に交換すると思います。標準のピッチングダンパーはオイルレスのようです。減衰力がほぼないので、走行中に発生する微振動が吸収できず、スプリングの反発力で小刻みに跳ねてしまいそうな気がします。ダンパーも早々にオプションのアルミダンパーへ変更しようと思います。シャーシ裏面のシール2枚は剥がしても問題ありませんので、私は走行前に剥ぎました。コスト削減のためか資源節約のためか、説明書は入っておらず QR コードからオンラインで参照するようになっていました。これらが MR04 に同梱されているシャーシおよび付属品の一式です。シャーシだけでは走行できませんので、必要なパーツも揃えました。ラップタイム計測用の IC タグとフロントサスペンションの硬さを変更するためのオプションスプリングです。こちらは受信機とジャイロです。私はプロポに双葉の 10PX を使いますので、 10PX 対応の受信機を購入しました。走行にはボディも必要です。ボディは以前購入して未使用だったメルセデスアーマーゲー GT3 があったので、私のシンボルカラーに塗装して使用します。そしてタイヤとホイールも必要です。ホイールはボディ幅に合わせてオフセットを選ぶことになります。リアホイール&タイヤはワイド幅です。タイヤは皆さんに推奨されているレーシングラジアルタイヤ30度を装着。フロントはナロー幅で、タイヤはローハイトスリックタイヤ30度を装着しました。フロントはスーパーローハイトスリックタイヤの方が転倒横転しにくくなるのですが、 MR04 はシャーシ自体を標準のワイド幅で走行させます。ナロー幅に設定されたシャーシに比べて横転しにくい特徴がありますし、スーパーローハイトよりもローハイトの方がタイヤの寿命も長いため、ローハイトスリックタイヤを装着しました。これで走行させてみて、横転が多いようならフロントタイヤはスーパーローハイトスリックタイヤに変更しようと思います。サスペンションがストロークした時やステアリングを切った際にタイヤがボディに干渉しないか入念に確認しておきます。これで走行準備は整いました。以上 MR04 エボ2の開封動画でした。それではまた次回お会いしましょう。